同銀歩打ったら桂飛ぶで銀ぶつけて取って、銀取ってみますか、堂々とね。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが後手です。はい、今回私後手番ですね。はい、相手の方の7六には私は3四歩でついていっています。今回は角道を止めてどうしますかね。銀を上がって、振り飛車も居飛車もできるような形で今回居飛車にしてみますかね。はい、4三銀と上がってね、雁木とか飛車を振る形もあるんですけど、今回矢倉模様に行ってみたいと思います。相手の方ね、5七銀が少し早い手で、私の方がね、陽動振り飛車にしてくるような手もあったので、どちらにも対応できるような形に組んでるんでしょうね。で、私の方はもうこれで矢倉が完成で、相手の方もね、矢倉ですね。で、カニ囲いですね。で、これ銀をね、こう上がってるんで、もしかしたら雁木のような形も考えられます。この銀はね、上がってるのが少し形を決めてるとも言えるんですね。はい。ただこの銀が早いのを生かして4六銀からね、速攻してくるような手も考えられます。そうですね、この形ですね。はい。私のは角を引いて対応します。この角を引いてね、銀がこう出てきた時にいつでも、ここに6四にね、角を出て牽制する狙いです。これね、この後出てくる感じになるかもしれないですけどね、これで3五歩同銀と攻めてくれば角をこう飛び出してね、飛車を狙いながら相手の攻撃をね牽制すると。で、私のは飛車先を伸ばしてね、これ銀上がらせれば角の利き、そうですね、これ銀上がらない手もあったんですけど、銀を上がらせれば角の利きが止まって、少しね相手の攻撃がね、角が引いて使う感じになるんでね、少し抽選を少し遅らせることができると。で、銀が出てきたんで2枚銀ですね。非常に積極的な指し方です。ここに銀が来ますとね、こう4六6四ですか、ここの地点に角が来ると銀に近いので、その辺りがどうかですね。桂馬を飛んで対応する、銀を対抗していく手もありますね。で、あと歩を交換して、ここに角を引いてじっくり指すような指し方もあります。どうするのがいいかな。桂馬飛んでみますか。この銀がね、いわゆる2枚銀の急戦の形でね、角を引くと違った形になったんですけど、非常に攻撃的な飛車角とね銀2枚桂馬ですね。通常ね、飛車角攻めは飛車角銀桂なんて言いますから、1枚ね銀がこう攻め駒として多いんですよね。ですので受ける方もね慎重に受けないといけないですね。これは銀を追います。さてこれで、銀をこうね、歩越しの銀を追っていく指し方にしますかね。桂馬を飛んでこの歩でねこの銀を圧迫していくと、次にね6五歩と突いて、銀を引かせるという狙いですね。ただこれ5七銀、左と引いて銀をね5六に立つ形が結構いい形なんでね、こうバックさせたからといってそれだけでね、なんていうんですかね、成功とはなかなか言えない難しいところですね。急戦矢倉はね近年、戦後問わずね見直されてきてる指し方ですよね。相手の方は玉を寄って、非常にね堅い囲いで対抗ですね。さてどうするかですね。この辺りから難しい。銀を追って、5七に一回追ってみますか。追って銀を5七にね引く感じで、この時にね7五歩同角と7筋の歩を交換するか、8六歩同角とね8筋の歩を交換するかは悩ましいところですね。こちら行ってみますかね。飛車先の歩交換もあるところですね。ちょっとこっちがより攻撃的というか、よりちょっと欲張った指し方ですね。後でも飛車先の歩交換できそうなので、先に、この7筋の歩交換でこの銀をね、5六銀と立て直すような手があるので、それを封じたというかね、警戒したという感じです。さあどうでしょうかね。どこから相手の方、ここをね3五歩とついてくる手が攻めの手筋なんですけど、同歩同銀に3六歩と打つ手があるんでね、桂馬を飛んでしまっているので、歩を突きにくいという意味はありますね。で、私の方は玉をもう1回ぐらい寄って、もう1手入るかどうかはね角のラインに入るんでね、3一玉の後2二玉入るかどうかは難しいですが、1回は玉寄りたいかなって感じですね。相手の方はねこの角を軸に攻めたいんですけど、ここに銀があるんでね、この歩がなければこう4五歩と、この歩がなければですね2歩になっちゃうんですけど、現状は歩がなければ4五歩と合わせていく手が、桂馬と銀を使ってねいいんですけど、ここに歩がいるんでね、現状こうちょっとこの銀桂が若干使いにくい。別にケースが悪いわけじゃないですけどね、若干攻めにくいというので今長考になってるんだと思いますね。
この銀を上がるのもね角なられちゃうのでちょっと動かす駒が難しいということで歩を打ってきました。これね歩を突いちゃう手があるかどうかですね。角を取って歩を成って手筋ですけどね、それをやってうまくいくかとか、同歩同角となるとね非常にリズムがいいんですが、同歩同角歩って引くと欲張れる、単に引くのに歩突くとね欲張れるんですけど、ただ角取って歩成ってとね角を取ってくる手があるかもしれないのでちょっと読んでみますかね。つく手あるかな。王様が場外にいるんでね、私の方もあんまりね調子に乗って歩を突いていくと欲張りな感じでどうかね、角取って歩成って同金同飛車成竜ができるんでね、どうか行ってみますか。ついてねちょっとつくとそうねついてみますか。ちょっとねこれちょっと実験的な手ですけど角を引いといても不満ないです。これちょっと欲張った手で角を取れば歩を成ってね、飛車先の突破ですね。角金交換同金同飛車でね金と角の交換なんですけど竜ができる。同歩なら同角取ってこれは一応主張が通ったという感じです。これもね次に歩打つそうそれ歩打つんですけど、これで、角をね、どこに引くかな。深く引く手もあるんですけど浅く引いとく手もある。そうすると合わせてきそうなんでねどうか浅く引いときますか。そうですね、こういう感じの時に、先ほどね単に角引くとここに歩がいたんですけど歩を交換しながらね、引けたんでこの歩が駒台に乗っているという感情で少し得したということですね。で銀を相手の方立ってきました。ここ突く手もあるんですね。こう突いて同歩なら、3六歩、同銀なら桂取れるんでね、ただ突くと飛車を浮いてきてそれほどでもないかな。玉寄ったら歩を合わせて多分ここから攻めようってことなんでね、どうするか。歩を合わせてね同歩同飛車で横歩を狙うような手もあるところです。もう一回歩を合わせるような手もありますかね。同歩同角でね、ここ狙って、そうすると銀に引いたりしてくるんですかね。いやいや難しいとこですね。私も桂馬を飛ぶとねこの銀がここに出てくるんでね、その辺ですよね。玉寄って歩って玉入って取って銀ぶつけてきて玉寄って歩って玉入って、玉をね入城してさせればいいんですけどね、合わせてきてその後がどうかというのを今読んでます。あとは歩を突いて飛車を引いてもう一歩取ってここで継ぎ歩する手はありますかね。ちょっとねやや危ないかもしれないですけどその手はありますかね。今言ってるのはここで歩を突いてね飛車を引いて取り込んで同飛車で、もう一歩多く持ってねここに歩を打って2筋の角頭を攻めるような手ですね。難しい。あとは端攻め1五歩9五同歩9七歩みたいな手もありますね。さあ迷いますね。いろんな手があるところなので迷うところです。銀を上がる手もあるんですけどね、ここに銀上がるといい形なんですけど5筋が薄くなるんでね悩ましいです。ここ作っちゃうと取って同飛車玉寄ると歩を合わせてきてね、多分玉上がって取って銀ぶつけてみたいな変化になるんでね、ちょっと直線で手が読みやすいので先まで読んでみますかね。難しいね。いい勝負ですね。どうするか。あとは3五歩同歩2四歩って手ありますかね。歩を打ってねあえてね同歩に、7五歩ですけど同歩に8六歩とって同歩同飛車というね十字飛車ですね。それは結構有力かな。で銀を狙ってね、受けてくればこうやってみますか。それちょっとね合わせてね、取り込めるとやっぱり大きなこれ歩合わせてきてね攻め合いになる可能性もありますけど、同歩なら同角とあと歩を合わせていく手があるんでこの銀がね浮き駒なんで相手方やっぱ攻めてきましたね。こちらの方が積極的です。さてどうするか。取り込んでくるんですよね。で多分ねガチャンと銀をぶつけようということなんで、これで角を1回覗くのはテクニックですね。覗いてみる、あるいは2筋に行くか歩ってね攻めていく。歩って次歩もあるところですね。迷いますね。同銀だと銀ガチャンとね強引にぶつけていって同銀で角をかわすような手もありますかね。それはあるかな。そちらがいいでしょうか。同銀にね銀ぶつけて同銀同角で角をかわす、あるいは単に角を出るか悩ましい。同銀で歩打てばね桂馬飛べるんでね、いやー悩ましいですね。いろんな手があるんでねこれは中盤の難しいところですね。同銀歩打ったら桂飛ぶで銀ぶつけて取って銀取ってみますか。堂々とね王様場外なんでねなかなかこちらも怖いところです。歩を打ったら桂馬を飛んでおそらく銀ぶつけてきて激しくなりそうですね。それどうなるか。最後ねどんな感じになるか。単でしたね。単にだと取って同角か同銀かどちらもありそうですが、同角同角同銀もありますけどね、その瞬間に私の手番なので、何かね、攻撃を仕掛けていきたいところです。どういう手がいいか。
今ね単に角出る手もあってね難しいところでしたね。同銀同角同角同銀で5一角とか、7一角打って馬を作るとか、いろんな手が考えられますね。7一角、3九角ですか。3九角と打って飛車逃げたら、ここに馬作るような手も手厚い手になりますね。はい。ここでただ相手の番なんで、同銀か同角かどちらもありそうです。同角の方が良さそうですけどね。この角が王様の壁になってるので、同角同角同銀ってやった方が、王様が楽になるんでね、そちらの方が私の方としては難敵な気がします。ここがね長考になりますよね。どちらで取る手もあるんで、同銀でしたか同角もあったと思うんですけどね、これでこう出た時どうするかですね。なる手があるんで、8筋は手筋ですね。角成りを利かせてもらいますけど、歩で取りますかこれは。同銀ですとね、4四銀と出てくる手があるんでね、歩で取りました。さあここでどうするかですね。角が成れるとね、結構この王様ね角がこう壁になってるんでね、そういった意味で、5五角で取ってね同角同銀っていう方が、角がいなくなって王様楽になるんですけど、ただ相手にね角を渡した状態でね手番を渡すのが怖かったという感じですかね。銀はもう強力な攻め方ですね。ただこれは角になりますね。馬を作るのは非常に大きいので、これね迫力はあるんですけどね、銀を打ってね歩が絡んでない攻めなので、なんとかねはませそうかなという感じはあるんですけどね。角成りでね、この角成りの時飛車どうするか。5八飛車ですとね5七歩と打つ手が結構嫌な手でね、これで歩を打つ手が結構嫌な手で、同金だと、4九銀と打ってね、この飛車と金の連結が悪くなるとね攻めるので、ただ飛車がこちらに逃げるのもね狭い形、銀打ったりしてねすぐ飛車が取れるので、どうですかね、少しリードを奪って、これ銀打っちゃって飛車を露骨に取っちゃう手が良さそうですね。銀打っちゃって、やっぱり飛車取れるの大きいですね。これ飛車をね、打つともう王様がね脇が非常にこうなんですかね入れない格好なんでね、私はもう金取って同金でこう攻めてくるってあるんですけど、ただね金駒を取って金駒を打ってくる攻めなんで、私の方が戦力が補充できるんですよね。例えばこういう金駒を使う攻めのね逆でね、と金を使う成駒をね歩をなってと金で相手の駒を剥がすと相手に渡す駒が歩なので、非常にこう対応していく、受ける側としては非常になんていうんですかね、困ると、歩をなってね歩を攻めて歩でなんか取れたりとか、歩をなってと金で、相手の駒を削っていくっていうのは、一つの攻めの理想形なんですよね。でこういうふうに、金銀で攻めるのも、非常にこう迫力はあるんですけど、例えば6七銀成4三銀成同金で、5六、5四金と打ってくるとね駒がどんどん入るんですよね。で桂跳びは勝負手ですね。これは自然に取りますね。これは多分もう飛車取ってくる手が早いので、ここに金打ってくることですかね。少しでもそうですね。これで、こちらに金打つよりこちらに打つ方が早い、厳しいと。さあどうでしょうか。勝負手が来ましたね。さてどうするか。飛車を取る手が間に合うとねきついのでこの瞬間にという感じですけど、全て取って飛車を取ってもいけそうですね。パッと見は最後ね、同金、あと銀引く手も手筋ですね。銀取って同桂という感じの対応どうするのがいいかな。でもこれはねなるほどという感じです。5六に金を打つより5四に金を打つよりこちらの方が迫力があるとね角が働いてくるんでね、なるほどという感じです。さあどうしますか。取って全部取って飛車を取るのが一番シンプルですね。それでいってみますか。非常にこういい勝負手ですね。これ全部取って、最後飛車を取って、さあこれでどうなるかですね。金銀なんで飛車がよく効いてるんでね詰めろは来ないんですよね、こちらの方ね。でここにね飛車打つとねもう一気に、王様がなんていうんですかね、合駒できないんで、王様合駒しちゃうと戦力が削られちゃうんで、8八玉と入る形なんですけど、ね、その形が非常に危ないんですよね。で角成りはこれは詰めろじゃないので、さあどうするのがいいか。歩成るのがいいのか飛車打つのがいい。飛車打って、近づけるとね、合駒ね金弾かれそうなので飛車を打って、これ中合するかもしれないですけどね、相手の方ね。さあ王手をして、王様いましたね。中合の方が良かったような気もしますけどね、これも難しいです。桂跳びがいいかな。
桂頭右側で詰めろになればいい。銀を打ち込んで、まあ大体詰めろですけどね、大体詰めろだけど詰まないとね詰み必勝をかけられちゃうので、まあ、歩成りも詰めろかな。銀を打ってバラバラにして、まあここはねもうほんと詰みのとこなので読まないといけないですね。まあ、こちらの王様は金銀ですとバラね金打って玉で詰まないので、桂跳びが詰めろになっていればという感じです。銀ぶち込んで、同金同歩成、まあ詰めろになってそうですね。桂取りますか。さてこれで、まあ、私の王様も一人ぼっちなんでね非常に怖い形ですけど、まあ、飛車の横利きと縦の駒でね、迫ってます。また相手の方も非常にいい勝負手で、まあ、今ね金受けたりする手もあったと思います。4二金とかね受けといってもまあ優勢ですね多分。まあ、これ桂跳びが詰めろという、まあ、次に詰みますよという、狙いなんですね。はい。まあ、これ詰めろじゃないとここに銀打たれたりね金とか銀打たれて王様受けなしになっちゃうんで、まあ、詰めろじゃないとさせない手なんですけど、まあ、これが、まあ、次にね詰ませられるよというのが、まあ、私の読みですね。さあ相手の方が、まあ、考えてますね。これはもっと詰む詰まないで、自分の王様詰まなければまあ4三金とか銀とか打てば勝ちですね。まあ、今現状はね3一金と打っても玉を寄ればまあ私の王様に詰みがないので、まあ詰みがない、私のため詰みがないということは自分の王様が詰むかどうかを読まないといけないということですよね。まあこれで自分の王様ね相手の王様私の王様が詰むんであればもう詰まして勝ち、詰まないんであればじゃあ次は自分の王様が詰むかどうか読むっていうのはまあ終盤のね読む順番というかね、まあ基本的なまあ考え方ですね。まずは自分の王様が相手の王様が詰むかどうかを読む。で読んで詰めばそのまま詰まして勝ち。じゃあ詰まなかった時にじゃあどうするか、今度は自分の王様が次詰むかどうかを読む。まあ詰まなければ詰めろをかける、相手の王様に必勝をかけるって感じですよね。で詰む場合には受けないといけないということで、まあちょっとね言葉にすると複雑ですけど、はい、まあ、そういったことになります。で今相手の方は時間を割いて、まあ、自分の王様が詰むと見て銀を受けましたね。ただこれはね銀を打ち込む感じでもいけそうな感じですね。銀打ち込んで同桂同歩成同桂同金、桂で取るとね C 金打てるんでね銀打ち込んで持ってみますか。同桂ですとね8九金で詰みます。ですので桂馬が動かせないのがねネックなんですよね。そうですね。で金で取るしかないんですけどこうなって、そうですね。これはねでも歩を打つぐらいでも桂馬で詰みかな。桂馬打って金打って詰みですかね。桂馬打って玉寄ると金打って詰みそうですね。桂馬打って7七金で詰みですか。これは詰みました。まあ、ちょっとね急所に駒が来てたんで、まあ、5九歩と受ければ、まあ、もうちょっと難しかったかもしれないです。王様入るところでね。これは直線の詰みが決まりましたね。まあ今歩打ってもね厳しいですけど、まあこれでね、同銀と取るか玉を寄るか仕方ようがないんですけど、はい、同銀でこの時にねここに金を打つ手がいい手で、金桂ね玉では取れないんで金か桂で取るしかないんですが、桂で取ると、8九金の尻金、同金ですと、7九銀と打って残り金1枚あるんでねぴったりこの桂馬が、端にね効いているのがミソです。これはうまくなんですかね着地しましたね。まあ途中はちょっと強襲されてまあどうかと、中盤も難しかったですけど、はい、これは着地ですね。まあ同桂は8九金で尻金の形の詰みですね。はい、同銀でしたらここで銀打ってね桂馬がこう端に効いてるんでぴったりですね。持ち駒が、まあ、残り歩だけになってね、はい、まあ玉をねどこに逃げても8八金と打てばいいです。いやありがとうございました。おめでとう。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね将棋大勢実況対局の方やってまいりました。今回は相矢倉戦ということでね、まあ、矢倉戦の中でも相手の方が急戦矢倉を仕掛けたことで、まあ、お互いにがっちりね矢倉の堅陣に囲うというよりは中盤でね結構激しい戦いに突入していきましたね。最後はね飛車の威力で私がうまくね寄せていって勝ちという将棋だったんですけれども、詳しい変化などは将棋大図解説編などで、大盤を使って解説していきますので、そちらの動画も合わせてご覧いただければなと思っております。